いしょ。はい、今回はイタリアカエデの樹液でメープルシロップを作ってみました。で、今回はですね、そのメープルシロップを作る時の鉄則みたいなね、
掟みたいなのがあるんですよ。それをちょっとね破ってみたらどうなるのかなっていうのでちょっとねやってみたんですよね。何かというと、メープルシロップを煮詰める時に絶対に混ぜてはいけないんですよね。それをやるとどうなるかというと、結晶化が始まるんですよ。砂糖化、砂糖のようなザラザラっとしたような状態になる。なのでメープルシュガーっていうのがあるんですけど、それをねあえて混ぜるんですよね。で今回はそのメープルシロップを作る時に少し混ぜてみたらどれぐらい結晶化するのかなと思ってやってみたんですけども、色はね白く変わりましたね。色は白く変わりましたけども、液体です。言っても液体ですね。で、今回ね、ここに今スプーン1杯分のメープルシロップですね。もうねやっぱね見た目はねやっぱザラザラしてます。見た目はザラザラしてますね。だから売り物とかにはねもしかしたらならないかもしれないですけど、これ結構ねザラザラしてるのも美味しいんじゃないかなってねやっぱちょっと思ったりもするので、一回ですね、少し混ぜた失敗とされてるこのメープルシロップ舐めてみたいと思います。パンとかに乗せてジャリパンではないですけど、そんな形にはなり得ますよね。ジャリパンほどジャリジャリはしてないですけど、なんか楽しいです。問題ないですね。なんかこうちょっとジャリジャリの分液体感が少ないですね。どちらかというと柔らかい飴に近い感じがします。下に乗っけた感覚は、柔らかい飴、本当にキャラメル、柔らかいキャラメル乗っけてるっていうような感覚ですね。中にねある程度結晶化している糖分があるので、多分ね、液体ほど滑らかではないんですよね。メープルシロップほど滑らかではないですね。でもねこれはこれでねなんかいろいろ使い道あるんじゃないかなって思ったりしますね。パンとかだったらねこっちの方がベタっと乗っけてダイレクトに食べれるかなって思いますし、美味しいですよ。失敗って言ってねすごくねこれね暗くならなくてもいいですね。もしもこう混ぜちゃったっていう人ね、もうそれはそれでね美味しいので、ぜひですね、楽しんでこれ食べてほしいっていうのと、あとですねこれ経験したことない人は一回これ経験してもねいいかもしれない。わざとちょっと混ぜてみて食べてみたら新しいまたメープルシロップを楽しめる。砂糖化はしてないけども、砂糖化ほどはしてない、砂糖化みたいにはなってないけど、でもメープルシロップほど滑らかサラサラしてない、そういうのもね結構面白いのでねいろいろ試してみるのはいいですね。今回ねやってみてよかったなと思います。というところで今日はこの辺で終わりたいと思います。このチャンネル面白かったなーって人はぜひチャンネル登録、評価ボタン、コメントの方よろしくお願いします。それではまた、バイバーイ。